booster. You know, solid boosters are ignited. Lift off. 食べっぷり。みんな接してれば普通の人たちなんだけど、実際すごいんだろうなって思うから、その人たちに俺飯作ってるしって言えるし。はい、いらっしゃいませ。種子島宇宙センターで飛ばしているのは人工衛星ですとか国際宇宙ステーションへの補給機ですとか、そういった貨物を飛ばしています。やっぱり打ち上げに携わってる自分も携われてるんだなっていう気持ちはあって、はい、それ嬉しく思います。で、そのペイロードをその所定の軌道に投入するのがそのロケットの役割なので、ちゃんと衛星分離して成功したということはやっぱり一番安心します。打ち上げてるところとか人入れないんですけど、こういう一般の方が入れるエリアもあって、で食堂もご利用いただけて、でとても一般の方もご利用いただける宇宙センターというのは、種子島宇宙センターの特色の一つかなと思います。今度 JAXA の方ですね。普段来るのがほぼほぼ JAXA なんですけどね、打ち上げ前とかになると他のメーカーの方たち、三菱の方たち来たり、もちろん一般の方たちも入れるんで全然中販屋です。一見外から見たらなんかわかんないけど、中に入ったらいい景色。晴れたらすごいいいんだけどね。だいたいいつも30とか40とかだから、 JAXA の方たちが、出勤状況が分かんなかったりして、普段はそんぐらいかな。多い時で50とかにしたりすることもある。今日はチキンステーキ。カレーの野菜、明日また背景が増えてる時はやっぱり大変ですよね。時間に追われるっていうか、時間内にみんなこう行列できたり。私は地元です。ね、子供の頃からもうありました。帰ってもうだんだん慣れてくるとわざわざは行かない。一から上がったって感じです。お昼が遅いんでお腹空きです。時間があれば仕込みの時間によっては休憩が取れない時もある。こっちの景色見てちょっと癒されるじゃないですけど、
忙しくてもパッと見ると、ああこの景色いいと思って。岐阜県から来たんで、海がないので余計毎日っていうか、まあ、来るときで感動して。宇宙留学生っていう子供がほら留学のあれで家族留学で来られてる。私と子供でいて、夫はまたちょっとお留守番いただいて。皆さん優しいですし、島の人本当によくしてもらって、すごくいいところです。不便に感じること？鬼滅の刃の映画を見に行けないこと。これじゃあ見に行きたいってなったらどうするんですか？船に乗って鹿児島に行くか、それか来年のブルーレイの発売を待つか。ね、不便なのって病院ぐらいだよね。選べない。もう島内にある病院が限られてるから、もう動けるときは自分鹿児島に行って選んだりもできるけど、動けなくなってからいざ病院になるともうそこしかないから。船の料金も上がったしさ、やっぱ上がってました。だいぶ上がってるから簡単に行けるようなもんじゃないよ。番号札ください。
毎日使ってます。とても美味しいので、今日は新潟県の味噌汁なんで、これが一番好きなんで、めちゃめちゃテンションが上がります。そういうこと言わないでください。無言で食べてるしたこれなんか喋らずいつも面白い話してるんですけど、南の島ですからね、明るくなりますよ、ロケットが打ち上がるまでのロケットだけじゃなくてその打ち上げる設備、支える発射台とかがすごく大事になってきまして、その管理をしているチームです。やっぱりいつもみんなで同じ仕事をしているので、一緒にご飯を食べてこういうコミュニケーションも大事かなと思っております。食べっぷり美味しいです。好きなところは焼肉ですもんね。その後ちゃんと継ぎ足しさせていただきました。体育館があるので少しキャッチボールして遊んだりとかもしてます。人によってはご飯食べずに海に行ったりもします。カツ丼頼んでて今定食切れちゃったんでみんなが食べてで僕はカツ丼受注生産なんでできるの待ってるんですよ。はいよ。はい、ありがとうございます。いただきます。ご飯が美味しいんですよ。本当に。まあね、料理長がまた料理上手なんで。今ロケットの点検をやっていまして、その作業とあとは開発の業務もやってて、その確認会が今日はあります。忙しいですがロケット打ち上がりやりがいがあるので頑張っています。ちょっとつけたんですよ。僕ロケット班長をやってまして、はい、班長っていうのはですね、ロケットの打ち上げの準備をする部隊がいるんですけど、そこの現場の責任者みたいな感じです。はい、そりゃそうですよ。もう目の前にロケットがあって、それに真摯に流石に向き合ってですね、打ち上げまでの準備を整えるっていうのはすごい楽しい仕事ですよ。はい、50号機の打ち上げはちょこっと打ち上げの瞬間だけ外に出て直接見たんですけど、やっぱ夜の打ち上げだったんでカッと明るくなりましたし、音がドドン来るのがすごかったですね。はい、それぞれの思いを馳せていただけるように。ありがとうございました。自己満足になるかもしれないけど、やっぱ、すごっと思う。自分で。普通にみんな接してれば、普通の人たちなんだけど、実際、すごいんだろうなって思うから、やっぱ、まあ、有名なところだったらいろんな人も来るし、で、その人たちに、俺飯作ってるしって言えるし。美味しいもの出すのは当たり前だけど、値段を合わせていかないといけないから、何が難しいって限られたもので美味しいの作るっていうのが一番
美味しいもの作るのって、いいもの使えばいくらでもできたりするじゃん。そこがね、一番難しい。だから、どの人がどんな仕事してて、すごく偉い人とか、知らないし、普通に喋ってれば、そこら辺の普通のね、人たちだから、でも、実際こう、たまにテレビとか出てきたら、この人すごいんだと思って。X 見てて、いつも来てくれる。まあ、岡田さんは別として、いつも来てくれる人たちが来たときに、この人こんなすごいんだと思って。こんな人に飯作ってんだと思って。ある建物の機内室で4本でロケットで、ロケットはですね、後ろに見えます VAB 大型ロケット整備棟、そちらの方から水はどこから来てるかというと、後ろにあるこの建物ですね、ちょっと後ろに水タンク、はい。ロケットの組み立て等の指揮だったり整備を行います。ポーズということで、ロケットが打ち上がる時の未燃酸素を燃やすための、加工品、火花を減らしたりします。というものに打ち上げの完成を防いで、私たちの仕事は一旦ここで終了となります。結構ロケットの今近くで、今 LP1 にロケットの発射場を見てきたと思うんですけど、すぐ近くにあって、もしもロケットが爆発したりとか事故が起こった時にここにいるとすごく危ないです。なので地下にあって安全なように、私たちの身も守るために地下に管制室があります。一応出口のところ